今度の MV の楽曲なんだか楽しいよね。僕たちチーム80は80年代ポップスをイメージした楽曲か。現代とは曲調が違って戸惑うな。楽曲もダンスも解釈に迷うな。どう表現してどう見せればいいんだろう。解釈に迷う？バカらしい。ジャンルにとらわれるのは理解ができていないからだ。解釈以前の問題だ。確かレオンはアイドルじゃない他のジャンルを目指してたんだよね。何を勉強してたの？今関係あることじゃない。余計なことを詮索する暇があったら MV のことを考えろ。協力しなきゃいけないのに相手の態度がこれじゃあな。そんなこと言わないで、みんなで力を合わせて MV 絶対成功させよう。俺らはクラシック系の楽曲か。これは難しいな。どんだけ頑張っても技術がないと勢いだけでは乗り切れへんで。指先に至るまで正確で繊細な表現を要求される。なのにこういうのが一番苦手そうなメンバーもいるし。おい、なんでそこで俺を見るんだよ。正確、繊細、クク完璧。え、本当？正確、明るい、繊細、入れすぎ注意。全然完璧じゃない。正確に動けるようになるにはレッスンを積むしかないな。あと基礎練習か。俺は平気やけどみんなは大変やろな。時間かけてものにしや。始まったばかりで時間はある。まだポジション決めで揉めてるチームもあるみたいだし。ああ、チームサイバーか。そりゃ揉めるわな。どうして？紫の2人、咲夜くんは人に好かれたいタイプやろ。レイくんは自分のこと大好き人間や。馬が合うわけない。確かに。さて、これで全員メンバー内オーディションを踊ってもらったわけだけど、今のダンスを踏まえて俺たちチームサイバーの MV でのダンスパートを決定しようと思う。今回のアクロバティックなダンスはセンターがクライマックスで組体操のように上に上がってその美しさをアピール。後ろにいるかぶりがそれを下から支える役を担う。そしてさらに2名が上手と下手で花を添えるわけだが、アグリちゃんとフタバッチはどこかやりたいパートある？僕もセンターやりたいけど筋力的に無理かな。どっちかっていうと一人で踊れる上手か下手がいいかな。僕もセンターは難しいです。上に上がるのも下で持ち上げるのも大変そう。確かに筋力だけじゃなくて身長的にもアグリちゃんとフタバッチが左右に展開するのはバランスがいいと思うよ。私も依存はない。じゃ僕は上手でいい？はい、僕は下手をやります。それじゃ残るのは俺たちだな。私と咲夜のどちらが上で目立つセンターになるかだが、やはりここは最も華やかで美しい私が担当するのが筋であろう。このパートは運動神経と体の柔軟性が求められるって言ったよね。それだったら俺が適任じゃない？華やかさでは私が最も優れていると言ったであろう。動きでは俺の方が上だよね。私だって十分にこなせる腕はある。俺のルックスだってそれなりだけど。また始まった。どうしよう。一番大人の2人だからもっと大人の解決をするかと思ったのに。これじゃん一番子供じみた喧嘩だよ。このままでは拉致が開かないな。みんなの意見を聞こう。アグリ、双葉、私とこのチャラ男のどちらがセンターにふさわしいと思う？二人とも気を使う必要はないぞ。例えばこの私、レイこそがセンターにふさわしいとか遠慮なく発言してくれて構わぬからな。レイが一番遠慮ないよね。でもさっきのメンバー内オーディションのダンス、レイはポーズが綺麗ですっごくかっこよかったよ。ですね。レイさんは動きが流れるようにスムーズで綺麗でした。そうであろう。私が踊るのだから当然だ。でも咲夜は動きがシャープで
ジャンプも高さがあったよね。何？動きにキレがあって躍動感がすごかったです。でしょ？くぬぬぬぬぬ。どっちも個性的でよかったから選ぶの難しいよ。どっちがうまいじゃなくて好みの違いって感じかな。なるほど、ダンスそのものは甲乙つけがたいと。ならば美しさで勝る私に決まりということでよいな。なんでそうなるの？前も言ったけど俺もルックスは悪くないからね。何を言う。髪と肌は私の方が手入れも行き届いている。俺だって手入れぐらいちゃんとしてます。してるんです。美しさが醸し出すオーラが違うのだ。もう早く決めてよ。ポジション決まんないと僕たちまでレッスンできないよ。このダンス難しいから早く練習始めたいです。そっか。それじゃあセンターとかぶりが決まるまで俺と坊ちゃんが交代でレッスンするってのどう？それなら左右のアグリちゃんとフタバッチはレッスンできるし。ほう、それは明暗だ。我々も難易度の高いパートを受け持つゆえレッスンの習熟度を上げねばならぬ。互いのパートを交代しながら互いの動きを熟知しておくのは悪くない。その方がより適した役を決める根拠にもなりうる。なら決まり。今日は交代でレッスンをしよう。センターとかぶりは後でちゃんと決めよう。そうだな、依存はない。この毎回食事がロシアンルーレットって本当にどうにかならないのかな。誰が料理当番になるかで天国と地獄やからな。交代で家事をするのがルールだから諦めるしかないですよ。バカらしい。レオンは不満ないのかよ。前にも言ったろ。俺は出されたら食う。なければ自分でどうにかする。それだけだ。それじゃあ毎日クックの料理でもいいのか？クック料理大好き。焼きバナナクック得意。あれはインパクトあったな。たまのおやつならいいけど毎回の食事だと糖質が気になるな。クック甘くない作る。フーティオット。それダメです。辛すぎてみんな大変なことになったじゃないですか。あの時の阿鼻教官と言ったら激甘と激辛ってクックは振り幅が広くてすごいね。今週の食事当番は太陽とアグリとレイの3人。クックを超える強烈な組み合わせか。太陽くんのパンケーキ3枚に2枚は焦げんようなった言うてたな。でも焦げてない2枚のうち1枚は生焼けなんだよね。アグリさんはお皿洗うの専門です。それって料理じゃないよね。レイに至っては卵を割るどころかカップ麺にお湯を入れることすらできるかどうか怪しい。まずジン太郎より下がいることが理解できない。おい、今さらっと俺のことディスったろ。つまり今週は最悪の3人組が揃ったということだな。ああ、ごめんなゴム兄さん。どうしたのカズ？ああ、八百長が失敗しなければこんなことには。みんなお待たせ。晩ご飯だよ。皆席に着くがいい。今日のメニューはカニクリームコロッケとポテトサラダにパンプキンスープだよ。皆しかと食すがよい。作るのすっごく手間がかかったんだよ。こんな複雑なメニューを太陽たちが？マジかよ。太陽すごい。料理天才。奇跡だ。奇跡が起きた。これ美味しそうだよ。待って兄さん、見た目に騙されないで。これは罠かもしれない。失礼だな。ちゃんと食べられるよ。昨夜？もしかしてこれ昨夜が作ったの？俺の自信作贅沢カニクリームコロッケ。いつもはカニカマだけど稲本さんに頼んで本物のカニを取り寄せてもらったんだよね。あれ、確か昨夜は洗濯当番じゃなかったっけ？っていうか太陽くんらを料理当番に推薦したん昨夜くんやろ？だって料理ができる人を俺が手伝っても無駄じゃない？あえてできない人を選んで俺が交代した方が効率がいいでしょ。こういうのは向いてるやつがやればいいの。それじゃあ
最初から手伝うつもりで彼らを選んだの？たまには手間のかかるメニューも作りたくって助手が欲しかったんだ。俺すっごく頑張ったんだよ。14人分の茹でたじゃがいもを潰したんだ。僕は14人分のかぼちゃを裏ごししたんだ。私は14人分のカニをほぐさせられた。誰にでもできるけど大変な作業ばかりか。すごい。ちゃんとした食事だ。よかった兄さん、本当によかった。そうか、カズはそんなに食事に不満があったんだ。俺が当番の時はもっと頑張らないといけ違うんだ兄さん、そうじゃなくて。料理は根気と力仕事だからね。みんなが手伝ってくれて助かったよ。さあ冷めないうちに早く食べて。おお、いただきます。さてと、それじゃ本来の俺の当番お洗濯を始めるとしますか。では何をすればよいのだ、チャラ男。坊ちゃん、ここは私が手伝おうではないか。料理当番を手伝ってもらった恩があるからな。別に気にしなくていいよ。今日の食事当番は大人気だったな、チャラ男。私ではああはいかない。確かに坊ちゃんが料理で褒められるようになるのは何年かかるか分かんないよな。ま、洗濯なら簡単だから少し頼もうかな。そう来なくては。私も少しは勉強したのだ。規定の量の洗剤を測って投入し、スイッチを入れればよいのであろう。あと洗う前に衣類の選別と、洗い終わったら物によって干したり乾燥機に移したりだね。何？選別などが必要なのか？色柄物と白物は分けないと色移りするんだからね。そういうものなのか。そういうものなの。じゃあ手伝ってよ。分け方教えるから。これは色物だからこちらのカゴへ。これは白物だからこちらのカゴへ。そうそう。これは仁太郎のネタ T シャツか。こういう変なの好きだよね。これはアグリが寝巻きに使っているダブダブのワイシャツだな。もうヨレヨレだな。俺のいらないやつやろうか。これは双葉の着ていたトレーナー。破れているな。引っ掛けたって言ってたっけ。後で縫うから避けといて。縫えるのか。それくらいならね。何でもできるのだな。まるでモリアのようだ。ほら、うちシングルマザーだって言ったっしょ。下に5人も兄弟いるし、俺が家事手伝わないと母親が大変なんだよ。兄弟が空腹で泣いているのが嫌だと言っていたな。チビたちが欲しがってたら我慢して譲ってやるのが俺の役目。それでチビたちが喜んで俺のこと大好きって言ってくれるのが最高なの。ご兄弟は良い兄を持ったな。褒めないでよ、照れるじゃん。それより前から一つ気になってたんだけど。なんだ。坊ちゃんがよく言うモリアって誰なの？執事って言ってたけど、どんな人？モリアか。そうだな。特に話すことはない。は？おかしいでしょ。あれだけいつもモリアモリア言っといて何にも話さないなんて気になるでしょ。そう言われてもモリアはモリアであるからな。モリアのことはモリアだとしか答えようがないのだ。なんなのそれ。私にとってモリアとは人間にとっての水や空気のように必要不可欠なもの。水や空気がなくなればそれを必死に求めるのは当然であろう。しかし水や空気がどのようなものであるか事細かく語ったりなどしない。そういうことだ。全く分かんない。とにかくモリアは私が私であるために必要不可欠な存在であった。私が常に先頭に立ち続けていたのもモリアあってのことだ。それってそのモリアって人がいなかったらレイはトップを目指せなかったってこと？そうだな。モリアがいなければ私は先頭には立てなかっただろう。いや、私は先頭を目指そうとすらしなかったかもしれない。ふーん。さあ終わったぞ。
洗濯物の分別はこれで全部か？ありがとたやすいことだ。チャラ男、何？ダンスのポジション必ず私が勝ち取る。覚悟するがよい。いいよ、受けて立つ。俺負けないから。うん。このダンス大変。運動量すごいですね。これ意外に難物かも。クライマックスのアクロバティックな動きもなんということはないと思ったが、一連で通すと途端に難易度が上がる。体力がないと動きが荒くなって正確さが下がる。そうなったら見た目が荒れるだけでなく危険度が上がる。上に上がるセンターだけではなく支えるかぶりも重要だということか。だね。次は私がかぶりだ。じゃ俺がセンターね。まだやるんですか？体に動きを叩き込まないとまずい。そのためにはとにかく数をこなさなければな。そんな。これくらいで値を上げてちゃオーディション勝てないよ。みんな良いか？それでは行くぞ。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー。おい、さくら。さくら、大丈夫か？平気と思う。ちょっと打っただけだから。つけ。さくやさん。平気じゃないかも。坊ちゃん。なんだチャラ男。俺センター譲るわ。